オーガニックかな、ベジタリアンとかいろいろ考えがあるみたいで、私はどっちでもいいから、別に肉魚食べてもいいから、無駄のないようにとことが生かしきるということにこだわりを持ってるんで、そういうことに精進努力することが精進料理じゃないかなと思ってるんでね。では合掌していただきます。いただきます。精進料理についてということで、本来の精進料理は仏教における修行僧の一汁一菜、時期もと読むんですが、食も修行のうちということで、料理は作ること、食べることも座禅をしたり、お勤めをしたり、掃除をしたりすると同じように大切な禅の修行ということで、今から800数十年前に中国から取り入れられたというふうに言われています。私は、昭和14年生まれだから今年で84歳かな。はい。まあいい年です。ちなみに精進料理教室は20年前、25年前。そうですね。せっかくなら好きな料理を始めながら皆さんと一緒にぐちゃぐちゃと喋って楽しく料理作って、そこでまあ精進料理の意味かな、禅の教えというかな、仏教の教えでも理解するような、防衛防止の重ねて愚痴や皮肉を言って楽しく料理作ったらいいかなということで始めてもう25人になります。さあほどほどの時間です。ならば今日はもうそっちの1番目の水だけ使ってください。精進料理といえば肉魚を避けたものが精進ということを思っておられるけれども、私の思うのは生きていくからには何かの命をいただけなきゃ生きていけない。野菜といえども命がある。命があるからこそ花を咲かせ種を作り次の世代に命をつないでいく。我々動物人間全く同じ生き物ですから、その生き物をいただかなければ生きていけないというのは大切な仏の戒めである不殺生戒。無駄に生き物を殺していけないという戒めをならばどうするかで生かすことに目覚めることしかないんじゃないかな。そういうふうに自分の生活の中に精進努力すること、料理を作ること、食べることもその心を表に出して一生懸命料理を作って食べることが本当の精進料理であって、肉魚を食べてもその心さえあれば私は精進に通じるんじゃないかな。まさかこれ捨てへんやろね。石突きなんて今あらへんからね。昔は石突きって取ったもんやけど。今ないです。今ない。しめじにしても。えのきにしたってガチャッと包丁で切ってしまう人多いんで。もったいないよ。本当もったいないよ。無駄を省いて手間を省かずじゃないけれども、無駄の多い世の中、自分の生活の中に無駄があるかないかということをよくよく心しながら、無駄のないよう、たとえ野菜の切れ端、根っこ、葉っぱであっても捨てることなく活用する。里芋はやっぱり、秋に掘ったものをちょっと1ヶ月ぐらい熟成ということで寝かしておいたものを一番おいしい時期ですのでね、それのちょっと変わったバターを使って味噌和えにしてましたね。あれも美味しいんじゃないかな。バターと味噌って結構合いますんでね。しかも赤味噌を使ってましたね、今日はね。それとあとはやっぱり春菊ですね。これも一番香りのいい。もうあと10日か2週間も経つと花が咲いてくるかもしれないけど、一番今美味しい時ですのでね、その春菊の香り、そんなものをごまたっぷりでごま和えにするということで、季節のものを楽しく作って召し上がってもらうということじゃなかったかなと思いますけど。やっぱり精進料理と豆腐はなくてもならないものですね。
お寺の前に大体豆腐屋さんってがあったんです、昔はね。豆腐屋さん、まんじゅう屋さん、八百屋さん。そして昼の間は商品として売っておられたんやけども、夕方晩になると商品にならない潰れた豆腐があったり、売れ残りの野菜などがあって、寺にこれ捨てるのももったいないし、使ってもらえませんかって言って豆腐の潰れた野菜の切り端を持ってきはった。それを生かし工夫されて、なら刻んで汁にしようか、丸めてあげようかということが精進料理の基本だと思いますのでね。潰れた豆腐も捨てることなく、生で食べる、煮る、焼く、蒸す、揚げる、この5つの方法で上手に活用する。だから豆腐料理いっぱいありますよ。たくさんあります。まあ寒い時ですのでね、温かいもの、ちょうどかぶらの美味しい冬野菜の美味しいものですね。かぶらで体が温まるよう、しかも今が旬である、ユリネとかレンコン、そんなものを具材に使ってかぶら蒸しを作りましたね。体が温まるということが大事だと思いますね。皆さん、だしってこだわってありますけど、だしということよりも、しいたけを、それからまた昆布を美味しく料理するために、あのままでは使えませんのでね、しいたけも戻さないと使えないので、その時に戻した汁をたまたまだしとして生かしきるということ。例えば大豆にしてもそうです。硬い大豆のままでは煮炊きができません。水につけるか、そして湯炊きして柔らかくします。その時に出た大豆の煮汁は美味しい出汁になるわけですよ。精進料理の出汁言うたら昆布かしいたけ、または大豆、かんぴょう、で先ほど使った米のこし汁、それから野菜粉の茹でた時の汁、そういう美味しい出汁が出ますんでね、本当に美味しい汁物ができるわけです。でもその後にこれを最後これかけるから、はいはいはい。7、8分目まで。蒸し器で5、6分です。はい、テキスト持ってきます。多分もうこれで今の時代もう精進料理どうのこうのとか船津はどうのこうの時代じゃないんじゃないかな。和洋折衷とかいろいろあるんちゃうかな。それもいいんじゃない？食材がどんどん変わっていくのと同じようで、料理の献立も変わっていくのでどんどん。それはそれで時代の変化やから私はどうのこうの言わないし面白いんじゃないかなというのは私も25年になると昔の精進料理本来のものをしようと思っても時代に合わせていかないと難しいと思うんで。よそに行って食べてきたものをその肉魚を何か生臭をやめたものでできんかという研究って言ったら大げさだけど工夫するのも面白い楽しいと私は思ってるけど。式のあれですよね。5本して。一緒に復唱をお願いします。では始めます。食事五貫問。食事五貫問。一つには功の多少を図り、かの来生を図る。一つには功の多少を図り、かの来生を図る。二つには己が徳行の全結を図って国を応ず。では合唱して。いただきます。いただきます。これも目の前の食材をいただいて感謝の表し、最低限の表しだと思います。いただきます。今日はごちそうさまでした。やっぱり先ほどから言ってるように自分の生活の中の無駄がないかということを心づいてほしいってことで、それしかないと思うよ。
簡単に無駄言って分からへんから、何が無駄やか分からないので、水の使い方、ガスの使い方、時間の使い方、規則正しいことは時間に正しい使い方をしてるわけだから、要は自分の生活の中に無駄がないかどうかに気づいてほしいということだと思いますよ。それは料理作ることにしても食べることにしても、昼の寝る起きるという仕事をするといったことについても無駄はないかということをもう一遍心してもらって生活に生かしてもらったらいいかなと思いますけどね。もうそっ